はあ、日本語って本当に難しいわね。どうしたんだ弥生さん。やぶから棒に。だってさ、雨とか、橋と橋とか、文字だと同じなのに、読み方が違うじゃない？ああ、アクセントの話か。地方に行くと全然違うし、もう何が正解かわからないのよ。確かに日本語の方言アクセントは多様性がすごいからな。でも、そのバラバラに見えるアクセントにも歴史があるんだ。歴史？昔の人が決めたってこと？いや、生き物みたいに進化してきたんだぜ。今日は最新の科学を使って、日本語アクセントの進化の謎に、迫った研究を紹介するぜ。最新の科学？言語学の話じゃないの？言語学にベイズ統計やコンピュータシミュレーションを持ち込んだ画期的な研究なんだぜ。なんだか難しそうだけど、面白そうね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは基礎知識だ。アクセントってなんだと思う？音の高さ上げ下げすることでしょ？正解だ。日本語ではピッチ、音高のパターンで、単語の意味を区別するんだ。例えば東京なら雨、HL は、こう、低と発音するけど、京都なら低、こう、LF という全く違うパターンになる。西と東で全然違うのよね。なんでこんなに違うのかしら。それを解明するために、学者たちは、類という概念を使っているんだ。これが今日のキーワードだぜ。類？種類のこと？簡単に言うと、昔は同じアクセントだった。単語のグループのことだ。例えば2泊の名詞には、平安時代には5つのアクセントの型があったんだ。これを第1類から第5類と呼ぶ。5つもあったの？今よりずっと細かいじゃない。そうなんだ。現代語だと区別がつかない単語も、平安時代には明確に違うメロディーだったんだぜ。順に見ていくぜ。まずは第1類。代表選手は風や鳥だ。こいつらは東京だと風が LHH みたいに平坦に読むだろ？そうね。鳥が飛ぶ、とか、音が上がったまま下がらないわ。京都でも風が HHH と高く平ら。大分でも風が LHH だ。つまり第一類は全国的に見ても平らな傾向が強い優等生グループなんだぜ。次に第二類。例は歌や音だ。歌が聞こえる。東京だと歌が LHL。ね。風が LHH。とは違うわ。2文字目で下がってる。鋭いな。東京では第一類と第二類をきっちり区別するんだ。でも大分県を見てみろ。歌が、もう LHH なんだ。大分だと、風が LHH。と歌が LHH。が、同じアクセントになっちゃうの？そう。大分では一類と二類が統合してしまっているんだ。どんどん行くぜ。次は第三類。例は足や池だ。足が LHL。あれ？東京だとさっきの歌が LHL。と、全く同じじゃない？その通り、東京ではこの足のように第二類と第三類が統合して、同じ発音になる単語も多いんだ。これが1スラッシュ2と3スラッシュ4と5の2と3の部分だ。でも京都を見てくれ。2類は HLL。3類も HLL。あら、京都も一緒になってる。京都も区別できないのね。ところが鹿児島は違う。2類は LHL、だが3類は LLH。つまり鹿児島弁なら、歌と足を聞き分けられるんだ。すごい、東京人が失った違いを、鹿児島は持ってるのね。次は第4類。息や糸がこれに当たる。東京だと息が HLL。頭が高くなるパターンだ。糸が HLL。もそうね。1類から3類とは明らかに違うわ。京都だとこれが LLH になる。東京とは真逆で、後ろが上がるんだ。西と東で正反対になる代表的なやつね。最後は第5類。秋や声のグループだ。秋が HLL。あれ？東京だと4類の息と同じじゃない？正解。東京では4類と5類も統合してしまっている。だが、京都を聞いてみろ。4類糸は LLH だったが、5類秋は LHL と発音する。ここは区別してるんだ。なるほど。地域によってどれとどれを一緒にしたか、という組み合わせがバラバラなのね。そう。東京は2と3、4と5を混ぜた。鹿児島は1と2を混ぜた。この混ぜ方、統合の履歴こそが、方言の歴史を解く指紋になるんだ。もう一度、確認だけど統合合体しちゃうのよね？その通り。例えば東京だと、第2類と第3類が、同じ発音になっちゃってるんだ。第4類と第5類も合体してる。へえ、じゃあ東京はもともと5つあったのが、3つくらいに減っちゃったのね。そういうことだ。
これを記号で1スラッシュ2と3スラッシュ4と5、みたいに表すんだぜ。スラッシュが区切りの壁だ。ここで超重要なポイントがある。一度統合してしまったら、もう元には戻れない、んだ。どういうこと？別れられないってこと？コーヒーにミルクを混ぜたら、もう分離できないだろ？それと同じで、一度歌が2類、と足が3類を、同じ発音にしてしまったら、後からやっぱ分けようぜ、とはならないんだよ。自然にはな。なるほど。複水本に帰らず、ね。この戻れない、という性質が、歴史を解く鍵になるんだ。さて、ここからが歴史ミステリーだ。日本語アクセントの研究で最も有名なのが、金田一春彦先生だ。辞書とかで名前見るだろ？あ、聞いたことあるかも、有名な先生よね。金田一先生の説はこうだ。都、京都、が中心で、そこから地方へ伝わった、という考え方だ。具体的には、室町時代の京都のアクセントから変化して、東京式アクセントが生まれたと考えたんだ。つまり、東京の言葉は京都の言葉の子孫ってこと？そう。東京式、中林式は京都式から派生したという、金田一説が長年、有力視されていたんだ。でも、これに異を唱えたのが徳川宗政先生たちだ。いやいや、東京式と京都式は兄弟みたいなもんで、共通の祖先から分かれたんだ、と主張した。親子か、兄弟か。どっちが正しいの？実はこれまで、それを数学的に証明する方法があまりされていなかった。方言は単語の貸し借りが多くて、家系図が作りにくかったのかもしれない。そこで登場するのが、今回の論文、ベイズ系統解析、だ。なんか急にハイテクになった。生物学で DNA から進化の木を作る方法があるんだけど、それを日本語のアクセントに応用したんだ。これが世界初レベルの試みだぜ。研究チームは、現代の15の方言と昔の文献データを入力して、コンピュータで大量のシミュレーションを行ったんだ。どんなデータを使ったの？東京、京都、鹿児島、さらには八丈島や沖、そして平安時代の類寿命儀章、みたいな古文書のデータもだ。さあ、いよいよ結果発表だ。弥生さん、驚くなよ。ドキドキ。どっちが勝ったの？コンピュータが導き出した最も可能性が高い家系図は、結論から言うと、東京式は京都式の子孫ではない、という結果が出たんだ。金田一説、破れたり。そうなんだ。解析結果によると、日本本土のアクセントは、大きく3つのグループに分かれることが分かった。1、東京式グループ、2、京阪式グループ、3、NK、九州グループ、この3つだ。そして東京式グループは、バラバラじゃなくて、単系統。つまり一つの祖先からまとまって進化してたんだ。つまり、東京式と京都式は、全然別のルートをたどった。親戚同士ってこと？その通り。金田一先生の京都式から東京式が生まれた、説は、この解析では否定された形になるな。むしろ徳川説に近い。しかも面白いことに、東京式の中にも謎があるんだ。九州の大分県って、なぜか東京式アクセントなんだぜ。九州なのに？周りは違うのに？そう、飛び地みたいになってる。これも今回の解析で、東京と大分のアクセントは最近まで一緒だったと出た。誰かが東京から大分に引っ越したのかな？詳しい理由は不明だが、瀬戸内海を通って伝わった、飛び石のような電波があったのかもしれないな。次の衝撃ポイントに行くぜ。京都の謎、だ。京都のアクセントって、ずっと変わってないんじゃないの？そう思われがちだよな。室町時代のアクセントを記した、武毛記という書物があるんだが、現代の京都弁は、てっきりこれの子孫だと思われていた。ところがどっこい。解析結果は驚きの結果となった。現代の京都弁の姉妹は武毛記じゃないんだ。じゃあ誰がお姉さんなの？香川県の伊吹島という小さな島の言葉だ。伊吹島。全然聞いたことないわ。実はこの島のアクセント、平安時代の京都の姿を、奇跡的に残している生きた化石、なんだよ。伊吹島は5つの類を全部区別しているんだ。1スラッシュ2スラッシュ3スラッシュ4スラッシュ5。一方、現代の京都弁は2類と3類が合体してる。1スラッシュ2と3スラッシュ4スラッシュ5。武毛記も合体してるんだが、コンピュータの計算では、現代京都と武毛記は別々に合体した遠い親戚と出た。ややこしいけど、つまり今の京都弁は、昔の文献の直系じゃないってこと？そう、室町時代には記録に残っていない、京都弁、みたいなのがあって、それが生き残ったってことだ。歴史の闇を感じるわね。最後に、この日本語アクセントの始まりの場所の話をしよう。最初のお母さんアクセントはどこにいたの？
コンピュータが弾き出した最も可能性が高い場所は、ズバリ、現代の近畿地方。京都、大阪、奈良のあたりだ。やっぱり関西なのね。日本の中心だもんね。面白いのは、そこからどうやって広がったかだ。いつ、どこで、別れたか、年代ごとのドラマを見ていくぜ。歴史の授業みたいで楽しみだわ。まず、すべての方言の共通の祖先がいた時代だ。解析によると、西暦450年から825年の間と推定されている。450年って言ったら、古墳時代の中頃よね。そう。巨大な前方後円墳がバンバン作られてた時代から、平安時代の初期にかけての間に存在したんだ。聖徳太子や空海の時代ね。随分と昔からあるのね。ちなみに、今回の研究には入っていないけど、沖縄の琉球語との分岐はこれよりさらに古いんだぜ。日本語の歴史、そこが見えないわね。さて、この共通祖先から大きく3つのグループが、それぞれの道を歩み始める。その年代を見ていこう。まずはエリートコース、京阪式、グループだ。彼らの共通祖先がいたのは、西暦825年から1100年の間。平安時代ど真ん中じゃない、雅な感じがするわ。まさに平安貴族たちが、伊藤菓子、とか言ってた。あの時代の京都周辺にルーツがあるってことだな。このグループは、場所をほとんど移動していない。ずっと近畿地方に泊まって、独自の進化を遂げたんだ。生粋の京都人ってわけね。次にお待ちかね、東京式、グループだ。今の標準語のベースよね。江戸時代にできたの？それが違うんだ。分岐年代は1000年から1550年。平安後期から室町時代には、もうグループとして独立してた。思ったより古いのね。徳川家康よりずっと前じゃん。しかも驚きなのは場所だ。東京式の祖先も、最初は、近畿地方にいた可能性がかなり高いんだ。東京式なのに関西生まれなの？そう。関西で生まれてから、東、東京方面、と西、中国地方、民族大移動みたいに拡散していったんだよ。だから広島とか大分にも東京式があるのね。そういうこと。近畿から追い出されたのか、開拓しに行ったのかは謎だけどな。そして最後が、九州の NK グループだ。ここの年代推定は幅広くて、1050年から1700年の間だ。1700年。忠臣蔵とかの時代？かなり新しいよな。これは九州に行ってから、さらに細かく分かれるまでの時間を含んでいるからだ。彼らの祖先は、近畿から九州北部へ大移動して、そこで一気に独自の進化を遂げたみたいだぜ。でも古墳さん、どうやってそんな細かい年数がわかるの？アクセントにカレンダーがついてるわけじゃないでしょ。いい質問だ。変化のスピードを使うんだ。この研究では、類統合が起きる確率を、約3000年に1回、と計算しているんだ。3000年に1回。めちゃくちゃレアじゃない。そう、めったに起きないからこそ、それが起きた回数を数えれば、正確な時計代わりになるんだ。逆に、単なるパターンの変化は約1700年に1回、起きる。こういう確率を組み合わせて、コンピュータは何万通りもの、歴史シミュレーションを繰り返したのさ。なるほどね。言語学も数学も、突き詰めればタイムマシンみたいになるのね。ああ。私たちが普段何気なく喋ってる言葉は、1500年以上前の近畿地方から始まった旅の途中なんだ。そう思うと、方言が愛おしくなってくるわね。次に旅行に行った時は、その土地のアクセントの、歴史の重みを感じてみてくれ。というわけで、今回の解説はここまでだ。言葉のミステリー、面白かったら高評価してね。チャンネル登録も頼むぜ。コメントで自分の地域の方言を、教えてくれると嬉しいぜ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。